酸素の酸化数は1つあたりマイナス1。酸素の酸化数は1つあたりマイナス2。酸素は2つあるから左に2個付け足す。はい。それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。左は全体でマイナス2。最初はね、ちょっとさっきまでちょっと科学をやっていたので、ちょっと科学の解説動画を見ながら、ちょっと話を進めていきます。こんばんは。よろしくお願いします。しめじさんよろしくお願いします。ありがとうございます。今ね、最初にちょっとさっきまで科学をやっていたので、酸化還元反応っていうところを、まあ今、動画で確認しているところです。ちょうどね、この反反応式って言って、覚えなきゃいけないところと、組み立てて、E を入れたりとか、まあ H を入れたり、で、最後にこの H2O を入れていったりっていう、この順番を、まあ、確認しなきゃいけないっていう、まあ、そんな作業をしていました。これ全部丸々覚えるのはすごく大変なので、こういった形で反応前と反応後の、これは暗記した方がいいんですけど、まあ、それにこうやって電子があって、で、電子のプラスマイナスの関係で E を入れて、はい。で、次に、H を、トータルでね、見たときにマイナス2でプラス2だから、この4プラスにして、で、最後に、4H プラスが出たので、合計すると、左は酸素が2つ。 2倍の H2 をこういう順番でこうやっていくっていうことなんで、まあ土曜日にね、実は生徒にちょっとテストをするので、自分もね、ただ覚えろって言ってるわけじゃなくて、こういう仕組みで、反反応式を作るんだよっていうことで、まあ、学んでいました。まあ、しめじさんも懐かしいかもしれないですよね。こういうものは。左は全体でマイナス1。右は0だから、左に1個付け足す。最後、ここだけちょっと見て、終わりたいと思います。これ全部で18問あるんですけどね。懐かしいですね。ね。左は酸素が3つ。右は酸素が2つだから、右に1つ付け出す。っていうか、こういう仕組みっていうのを、まあ、考えるのもいいなと思いました。はい。すいません。ちょっと前まで、復習して見てたので出ました。はい。あ、そうそう。ちょっと雑談、また雑談になりますけど、これ、見えるかな？見えますかね？これ今日届いたんですよ。教科書ガイドってやつですね。教科書ガイドの数2です。今実は、この教科書ガイド、これ、辞書みたいなんですよ。もう、すごいです。で、実は今の高校1年生の数学から、数2が大きく変わりました。うん。まあ、前も言ったかもしれないですけど、ベクトルが数 B であったのが数 C に行ったり。シメディ。はい。数2だと三角関数と自積ですかね。はい、そうですね。で、実はこの数2の中で、新しく統計が入ってきました。なので、今ね、新高校2年生って、高校1年生の子って、数1、数 A が3学期ぐらいでこう終わって、今の時期もう数2に入ってるんですよ。で、シメディ、ベクトルが B じゃなくて C ですか？そうなんですよ。もうね、一般の子がやらなくなります。昔行列っていうのもあったんですけど、行列も数 C の方に移っていったりとか、いうことで、どんどんね、実は高校のその数学もだいぶこう変わってきましたね。複素数とかも、虚数の i っていうのもありますしね。で、この2が、その統計的なものとかもすごく増えてきてるので、で、こういう教科書ガイドっていうのが最近すごく。行列は A でしたね。B は複素数とベクトルでした。そうなんですね。今ね、2がね、複素数が、入りました。はい。
第2章。今ちょうどね、生徒たち複素数やってますね。はい。そういう感じで、この教科書ガイドって、チャートとかもいいんですけど、やっぱちょっとね、高校によってはね、チャートだと結構きついなーっていうね。行列は C でした。A は配列ですね。ああ、そうですね。はいはいはい。そう。でも、配列っていうのも、もう、だいぶ、少なくなっています。はい。本当に変わってまして、この科学もそうなんですけど、教える内容とかもね、実は結構変わってきています。うん。で、僕はこれ今日届いたので、生徒と一緒にね、この教科書の内容を見ながら、新しい数2をね、学んでいこうかなと思っています。だからね、やっぱり常にね、学んでいかないとね、あれこんなの習ってねえぞみたいなことがあったりとかするのでね。はい。そんなことでしたね。はい。2800円結構高いです。分厚いです。はい。それではですね、今日なんですけども、まず、特集の方から早速行きたいなと思います。今日は特集がですね、こちら。ちょっとこれ消しますよ。反応式の方が。はい。積立投資の弱点ということで、お送りします。これ、ちょっとマニアックな、方っていうかメジャーな、YouTuber さんではないんですが、マネーハックチャンネルさんって言って、僕より全然、登録者数は1万人ぐらい多い方なんですけど、この、やっぱり今のね、来年度から、新NISAが変わって、積み立て投資が増えてくるだろうなという中で、やっぱりこの積み立て投資のいい点悪い点っていうのもしっかりしつつ、僕はこれ積み立て投資をしちゃいけないっていうわけじゃなくて、積み立て投資のいいところ悪いところって知ることが大事じゃないかなと思って、今回この、YouTuber さんを選ばせていただきました。はい。7分ぐらいの動画なので、とてもわかりやすい動画でしたので、一応これちょっと最初紹介していこうかなと思います。ちょっとこれ、映えますね。こんな感じで。で話をしていきます。じゃあちょっと出していきますね。お願いします。現金1000万円を分割して積み立て投資しようと思っています。何か懸念点はありますかといったものです。で、結論としてはこんなところです。まず一括投資と積み立て投資。これにはメリットとデメリットが存在しています。なので、個々人の選択こそが正解だと思っています。今日はお花さんはただですね、これはいないみたいですね。メリットをちゃんと踏まえて検討を行った結果に対してであって、最近ではこの長期積み立て分散こそが正解であるという言葉が、これでも本当しめじいさんとお花さんがもう今レギュラーでこうやって来ていただいてるんですけど、いなくなったら本当にあれですよね。ライブの意味がないかもしれない。録画にした方がいいのかなみたいな。なんか録画の方が編集があってね、なんていうのかな、いい動画にはなりやすいんで、視聴者さんの方はその方が短くて見やすかったりするんですけど、僕も一緒にこう学びたいなっていう気持ちがやっぱりあったりするので、ライブ中心にやっていますけどね。なかなかこう、見るがんとってはね、長いし、めんどくさいとこもあるかもしれないですよね。1988年から一定期間投資を継続した場合の、そうですね、昔は、はい、録画でした。結構録画大変でしたけどね。もう、一括投資に比べて圧倒的に積み立て投資はリターンが悪いです。なんかこう、CFD のこととか、そういったものは、なんていうのかな。だいたいルール的にはもう、自分で編集して作っちゃえばいいかなと思ったんですけど、今僕も新しく学びたいこともあるので、解説動画というよりは、はい、こう一緒に学べるライブっていう方がいいかななんて思うようになりましたね。今こうやって喋りながら進んでますけど、利益率の弱さですね、まず最初は。投資に有利な上昇相場が続いてきたんですね。なので、このような結果になっています。ただですね、この過去の相場においてずっとこうでしたという話は重く受け止めるべき話だと思います。続いて2つ目ですね、時間分散効果の限界というものを見ていきます。
これどういうことかというと、積み立て投資のメリットの一つとして、この時間分散ってものがあります。これは購入を一度に行わずにタイミングをずらすこと。つまり、あとこう録画とかだとこう見てもいてわかるんですけど、たくさんの写真とかを出すことができるんですけど、パソコンがエボイとライブだと一気に準備して出しとかないといけないので、まず一つ目は購入単価の平準化効果。変なパソコンだとちょっと言葉が難しい。フリーズしますよね。昔僕、ライブでフリーズしまくってましたからね。これを実際に確認するとこんな感じです。毎月1万円ずつの投資を行うケースでシミュレーションしていきます。何でも学びですよね。そうすると、2回目の投資時に株価自体は 10% 下がっていた。そんな場合に、あなたの資産の購入平均単価は 5% 下がります。株価よりは低いんですけれども、半分くらいの効果が得られると考えれば全然ありかなと思います。ただですね、これが回数かさんでいって10回目まで来るとかなり減るんですね。同じく株価騰落率はマイナス 10% でしたと。ただ、単価の変動率はマイナス 0.1% ということで、めちゃくちゃ減ってますよね。このように、投資総額が肥大化するにつれて、この株価が下がった時は購入単価を下げるチャンスだよといった効果というものは、徐々に薄れていきます。これがまず限界の一つ目です。続いて限界の二つ目は、投資最終期の株価変動効果、この影響が大きいということです。ここちょっと難しいですけどね。このチャートを見ていただくのが一番わかりやすいかなと思います。一括投資では資産がプラス 200%、つまり3倍近くになったのに対して、積み立て投資では20年間も投資していたのに、たったの 7% しか資産伸びませんでした。20年間で 7% しか伸びないってかなり絶望ですよね。で、これ、投資期間全体で見ると、これだけ右肩上がりで上がってるんですね。積み立て投資では、投資序盤の利益というのはあまり意味がないんです。というのもまだ投資資金がまだ積み上がっていないので、その積み上がっていない段階でどれだけいいリターンが出ようがあまり関係ないんですね。逆に投資資金を全て投下した投資の最終期、ここにこんな風に暴落が来てしまうと、この影響をもろに受けてしまうんです。で、ここで逆に高騰すれば非常にラッキーなんですね。このように積み立て投資の代名詞として言われているようなこの時間分散効果については一定の限界が存在しているので、そのことをしっかりと知った上で投資を行ってください。利確のとこですね。逆にですね、積み立て投資が有利なケースも確認していこうと思います。このチャートは横のレンジ相場になっておりまして、支点と終点、始めと終わりを確認すると微妙に下げてます。なので一括投資は微妙にマイナスなんですね。ただ、積み立て投資では微妙にプラスになっています。こういうふうにですね、決して数としては多くないんですけれども、過去のチャートを確認していくと、一括投資よりも積み立て投資の方が良かったというケースも確認できます。なので、下落相場とレンジ相場においては、積み立て投資が有利になるケースが多いということは間違いありません。ダウンサイド、つまり思った通りに株価が伸びなかった場合に強いということです。なので、あまり利益を享受できないというデメリットは確かにあるんですけれども、逆に言うと、損をしにくい投資方法であるということに間違いはありません。で、この点についてちょっと掘り下げたいと思います。そのために紹介したいのが、個人的に推薦度の高い2つのメリットです。1つ目は負けにくいという話で、今ちょうど話したものと被るんですが、下落相場と一部のレンジ相場において損失が出にくいんですね。また2つ目、精神的に安定するということで、今の負けにくいというところとも被ってくるんですが、積み立て中の株価下落はチャンスにもなり得る。積み立て投資のメリットになってますね。精神的にかなり安定します。なので長期投資をしやすくなります。で、ここでポイントなのが、この長期投資をしやすくなるというところです。過去のチャートでは長期投資こそ最大の負けない投資であるということを示しているので、いかに暴落時にメンタルをやられずに、もう暴落怖い、もうやめちゃおうって言って長期投資を諦めてしまうというケースをなくすことができるかというのが非常に重要なんです。その点において、暴落にあっても長期投資を行うためのメンタルコントロールの手段として、この積み立て投資というのは非常に有益です。ということで、特に私が重要だと思っているメリットとデメリットを紹介してきました。一般的にはよく積み立て投資間違いないよねっていう結論だけが言われています。ただですね、その結論だけに惑わされずに、なぜ間違いないのか、さらには本当に間違いないのかというふうに思考を掘り下げた上で、正確な判断を行っていただけたら嬉しいです。で、ちなみに最後に私自身の話を紹介すると、メインの投資手段としてこの積み立て投資というものを選択しています。なので皆さんもぜひですね、今回紹介したようなメリットとデメリット、これを踏まえてあなた自身の判断というものをしていただけると嬉しいです。
では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい。ということで、積み立て投資の弱点ということで、まあ、簡単に言ってしまうとね、安定してるんだけど、そのパフォーマンスが出ないとき、特にみんな多分積み立て投資してるときっていうのは、利益確定をどこにするかっていうのはなかなか考えづらいじゃないですか。ここずーっと先のことだから。だけど、やっぱり人は下がったときに積み立て投資をして凹んで売ってしまったりする。だからどこで利確するか。最後の、例えば今年みたいな時に、もう20年投資をして、もう、積み立て NISA が20年終わった人がもしいたとしたら、そりゃ今年利確したらパフォーマンス S&P だったら悪いですので、大した利益にはなってない。ただ、マイナスにはなりにくい。なんか、前にも言ってましたね。どこの番組だったろう。テレビ東京だったかな。で、やっぱり、10年以上、15年か。15年以上積み立ててる人の 98% は、もう、勝っていると。残りの 2% は相当、負けてるってほとんど考えられないですけども。ということで、長期分散っていうことで、積み立て投資の弱点としては、あまり一括投資よりもいいパフォーマンスは出ないけど、長期投資をすることで負けにくい。ただ、最後、下ろすとき、時間分散とか下ろすときに、どこで下ろすかっていうのをほったらかしだとね、それがわからない時もあるし、最後、その時間分散のところがね、気をつけてほしいっていう、そういう、弱点ですよね。話がありました。で、僕も、個人では、70歳くらいで、iDeCo、積み立て NISA ですね。このあたりを、10年に1回暴落が来るみたいなので、はい、積み立て NISA をその直前で下ろせればなと思ってます。そうですね。なので今年みたいなことがもうあと10年後に1回あるときにどうなのかっていうの。ただもうね、皆さん、しめじさんも僕らもそうですけども、チャートとかこういう値動きを見てるので、ほったらかしの人ってもう積み立てておけば月にね、2万だ3万だって積み立てておけばいいみたいな感じなので、いつ下ろすか、下ろすかなんてもうわからないと思うんですよ。金額だけ見るかもしれないですよ。チャートを見るんじゃなくて。金額だけ見て、マイナスだわ、プラスだわって見てるかもしれないですけどね。ということで、これから新しく積み立て NISA をやられる方が増えてくるときにぜひね、いい点悪い点、一括、僕としては最強は、一括投資をする銘柄もありつつも、iDeCoみたいなものをとか、新 NISA を使って、S&P500 とか、そういったものを、積み立てて、年利 4%、あわよくば 5% 年利あったらいいなって。で、年利 5% っていうと、だいたい20年ぐらい経つと、分かっているのが、例えば積み立て NISA が、月33,000、今、現行の制度ですよ。年間40万円かける20だから800万円ですよ。20年で800万円。800万円が年利 4% だと、だいたい20年寝かしてかも平均ですけど、1400万円から、1800万円あたりの間。簡単に言うと、20年で積み立てて、1年で月33,300円。で、S&P で今の 4% いけば、2倍近くになるよっていうのが、一つの、長期投資のね、目安になってます。はい。僕もその 4% っていうのは、今までの S&P500 のパフォーマンスから、もうちょっと悪くなるかなって思って 4% って言ってますので、一時期ね、去年とか一昨年は
6% とか言ってましたよね、年利。それぐらいあるかなと思ったんですけどね。今逆に言うと金利の方が4% とかありますのでね、ドル持ってた方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあこれは、またね、ドルは、落ち着いてくると思うのでね、金利また下がってくると思いますのでね、またそれはちょっと何とも言えないんですが、株の方はリスクとしては、リスク&リターンで、まあ 4% から 5% 見とけば、積み立てとけば2倍ぐらいになるかなと思っております。はい。ということで、一括投資と、まあ、積み立て投資と併用できる形であれば、老後も楽しめるんではないかなと思うし、まあ、ずっと、まあ、貯金をするんだったら、こうやって投資をね、これからもね、進めていきたいなと思っております。はい。はい。それでは、特集終わりました。ではですね、久しぶり、行きましょう。今日は、そうそう、テクニカルがだいたいこう、木曜日で、今決まってきましたね。テクニカル中心の話が木曜日で、土曜日が、FP 講座っていうことで、お金の、話中心になってきてるっていう、だいぶ固まってきました。はい。では、今日、早速ですけど、うちのチャートの、あれ行きましょう。これ、株トレから先行きますわ。11時45分ぐらいに一回ね、今日のマーケット、アメリカの相場がね、3月の第2週からかな、10時半からになるのが。夏、サマータイムね。今まだ、冬時間なので11時半スタートするので、まあちょっと落ち着いてから解説はしたいなと思いますけど、まずは株トレから行きましょう。はい。そうです。いきますよ。もうね、37番ですね。シメディ、FOMC 発表後の相場がどうなるか。そうですね。今日ね、見ましょうね。ドーンと来てるかもしんないしね。うん。あ、でも、待って、FOMC の発表っていうことは今日の4時か。あれ？今日の3時30分とかですかね。ちょっとですか。入ったこと。さあ。シメディ、発表はしましたよ。あ、本当ですか。俺、知らなかったっす、今日。これ、日程書いてないわ。あ、本当ですか。じゃあ、ポーンと、来るかも。あ、そういえば昨日の最後すげえ上がってましたよ。ナスダックと。あれそうだったのか。昨日、そういえば3時、朝見たわ。チャート、先物のチャートとか見てました。最後ナスダックとかがえらい上がってたので、あ、なんだ、そうだったんですね。すいません。あ、これ全然違うの出しちゃった。じゃあ、行きますよ。また後でちょっと見ていきましょうね。60番のうちのもう37番まで来ましたね。ストップ安の対処法ということで、いきます。読みますね。ここを見た方がいいですね。36、前の問題の J 社を100株。1312円。ここで買ったって書いてありますね。1312円で買ったところ、いきなり悪材料が出て、次の日は売り気配スタート。午前中やっと値がついた時には、20% 以上安い1042円。さあ、この今のチャートを見て、今回ですね、1番、1100円で100株で差し値売りをするか。2番、1050円で、見えますかね ?1050 円で100株
差し値売りするか。はい。3番。100株成り行き売りをするか。4番。1020円で100株差し値買いするか。さあ、今日は4択ですね。だいぶ難しくなってきましたよ。もう一回言いますね。今のここで100株買ったらしいです。J 社の。1112円で買ったんですけど、なんと、その後に急落してしまいました。1042円です、今。1042円。で、どうするか。1番、1100円で100株差し値売りをするか。2番、1050円で100株差し値売りするか。3番、もう100株成り行き売りをもう今ですぐ売ってしまうか。4番、1020円で100株差し値買いを入れるか。ちょっとポイント見ますね。4択で。この下のところちょっと読みます。差し値と成り行きを使い分けるというのです。差し値注文っていうのが、銘柄株価、株数を指定して、買いまたは売り注文を出す方法。1050円で差し値売りを出すと、同額で先に出された差し値売りが、注文がすべて買われた後、さらに買いが入れば、売りが成立します。差し値ですからね。相手が買いたければ、その売りの人がいれば買えるわけですね。次、成り行き注文。価格の指定しないで出す注文です。成り行き売りなれば、その時に出ている時点で、差し値買い注文のうち一番高いものにヒットして即座に売りが成立します。今回差し値と成り行きの件についてね、お話ししましたけど、清水さんどうですかこれ。難しいですよね。ちなみにちょっと言うと、売買高が急に下がってますね。はい。だからチャートは節が、どここれ。ここ、安値のところが、今の位置くらいかな。ここが。はい。シメディに1票。1050で100株で差し値売りですね。はい。1050。今が1042ですもんね。はい。じゃあこれちょっと難しいです。行ってみましょう。はい。ドン。ここは迷うことなく、成り行き売りの一手ですと。ちょっと読みますね。36K 逃げるにしかず。どんな買いシグナルもそれを打ち消す強い下げであれば、強い売りシグナルに変わります。それができればあなたは上級者です。問題は注文の出し方です。確実に売れる成り行きにしましょう。だそうです。保有銘柄に緊急事態、とんでもない悪材料が起こったときは、少しでも早く、保有をなくすことが最優先すべきです。これ、損切り、成り行きでやるの、きついっすよね。勇気いりますよね。もしかちょっと上がるんじゃないかと思ったりとかしちゃうんですよね。はい。東京証券取引所のルールにより、この日の最大値幅は300円です。つまり、J 社は前日の終値が1312円でしたから、300円安の1012円までしか下がりません。この300円安がもう決まってたんですね。はい。そこまで株価が下がり、買い注文がなくなると、ストップ安、売り気配となり、その後の取引が成立しなくなります。わずかなリバウンドで期待して差し値売りを出している間に、ストップ安、売り気配となって売買ができなくなると悔やんでも悔やみきれません。その日また売り気配で始まり、さらに大幅安になることがあるからです。言いますね。
この問題は Q3 と同じパターンです。めったに起こらない項の遭遇したら、ただ損切りするだけをしっかり肝に銘じていただくために重ねて出題しましたと。チャートの売買シグナルを覚えて、そのパターンに当てはまるチャートを探すことに一生懸命になりすぎると、その買いシグナルが外れた時はどうしていいかわからなくなる人がいます。シグナルが外れたら売るだけです。ということですね。なかなか厳しいですけどね。シメディ、さすがに4で難品はないとは思ってました。さすがにね、もうこんだけ勉強してきて、難品したら死にますよね。はい。全然トレンドも出てないのに、ダメですね。まあ、順張り中心で、自動売買だったら、自動売買ってあるじゃないですか。あれだったら、難品してますね、これ。怖いですよね。ほったらかしにして、勝手に下がったら買ってるわけですから。見たら怖いですよね、きっと。おいおい買ってるよと思って。自動で。はい。MA っていう自動売買は基本的に難品マーチンって言って、なんか言うらしいですね。はい。はい。それから続きを見ますね。逆差し値、成り行き、注文を活用。保有銘柄が暴落して、すかさず売るなんてできない。日中は他にやることがあると思った方が多いと思います。そういう時、逆差し値。成り行き売りの注文を使うこともできます。そう。逆差し値ってね、IG 証券でやってらっしゃる方でノックアウトオプションっていうのがあれば、もう自然にね、逆差し値も入れといて、あとはもう、お願いしますっていうことでね、見なくてもそこまでいっちゃうと、損切りをしたりとかね、使ったりあると思うんですけど、まあ、僕もよく短期でトレードするときには、逆差し値を入れる方でした。だからもうなんか、仕事やってる間に、損切りあっちゃったとかっていうのも往々にしてありましたけど、ただね、エントリーの仕方が下手くそだった時があるので、すごい損切り貧乏になったりもしましたね。逆差し値ばっかやってて。逆差しの置き方が悪かったりとかありますもんね。はい。保有株に悪材料が出て下落し、指定した、ごめんなさい、これちょっと読みにくいな。指定した価格まで下がったら自動的に成り行き売りが発注されるのが逆差し値。成り行き売り注文ですと。はい。値動きの荒い株を保有しているときにあらかじめ出しておくと、損失を一定範囲に限定することがありますということですね。はい。まあ逆差し値、なかなか最近ではみんなやらなくなってきましたっていうか、僕もちょっとトレードをね、今中期から長期にしてますので、なかなか入れてないですけどね。はい。シメディ、そう考えると、はい、最近の回転寿司の騒動で落ちた株価はどう見ればよいか。もうあれはダメだなぁ。ありましたね、動画のくら寿司のやつでしょ？あれはやばいっすね。あれこそめちゃくちゃ悪材料でも、買った位置にもよりますけど、だから、あれですよ。そのちょっと前に買ってる人はもう切るしかないんですけど、長期のトレンド、要は、もう1年2年前ですごい低い位置で買ってる人とかは、保有し続けるんじゃないですか。見てるチャートの、時間足にもよるかなと思います。うん。でも何%ぐらい落ちたんでしょう、あれ。あれなんだっけ？くら寿司？どこだっけ？くら寿司でしたっけ？シメディ、スシローとかはま寿司ですね。なんか動画出ちゃったやつ何ですか？それでしたっけ？この、スシローだ。ちょっと見ますね。
すげえ、10時間でテクニカル上場廃止理由。あ、違うな。ザ・クラッシュ。これテクニカルでチャート出るかな？これ、金額は出てるんですけど、これ大暴落は出てるんですけど、あ、どこだ？チャートどこだ？なんでチャートがないんだろうね。文章しか書いてないですね。チャート見ないとわかんないですね、これ。あ。あったかな？シメディ、会社としては、フード&ライフなんちゃらですね。あー、そうか、スシローで出るわけじゃないんですね。20年とか出ちゃってますもんね。そうか。チャートが見たかったですね。すぐ出せなかったですね。もう全部なんか、株価が億単位とかしか出てないですね、今。パッと168億の円、下落って書かれても、億単位の損失って書いてあっても、チャートがないとわからないな、これ。こういうのだと本当に売っていいかどうかがわかんないですね。煽られてて。気持ち的には、売らなきゃと思いますけどね。わかんないですね。ごめんなさい。すごい話題ですよね。はい。ちょっとこれ消します。はい。それではですね、ここだけちょっと読んで次に行きますね。実は指し値と逆指し値の違いっていうことで久しぶり、ちょっと話があったので、ここちょっと見つつ解説を入れます。指し値と逆指し値の違い。逆指し値注文は売り注文も買い注文もあります。意味を説明すると以下の通りです。ちょっとここを皆さんは見ながら、僕ちょっと下の方を読んできますね。逆指し値売り注文。指定した価格まで株価が下がった時に出される時の売り注文。これ以上下がっちゃったらやばいなと思うんで、損切りをするために逆指し値売り注文。で、ここの時にもうやばいと思ってその場で売っちゃうのがこの成り行き注文ということになります。はい。次が、逆指し値買い注文。上昇した価格まで株価が上がった時出される時の買い注文と言います。これちょっと難しいですよね。逆指し値の成り行き注文だけ覚えていて使っていただければ OK です。そうですね。この損切りのとこだけ知っとけばいいですね。逆指し値買い注文は信用取引で信用売りなど使うときぐらいで通常取引で使うことはありません。だから CFD とかレバレッジをかけた信用取引で売りから入った人は逆指し値で買い戻しっていう風にね、普段の逆をやるわけですね。はい。なかなか使わないということになります。はい。そういった形でこの逆指し値っていうのをストップロスとも言いますけど、やっていくよということですね。はい。
まあでも、これだけだと、じゃあどこでやるのっていうことは書いてないので、今、やり方しか載せてないですけどね。はい。はい。それではですね、次、こっち行きましょう。あ、どうしようかな。いいか。これ、株価チャート大全行きます。ここはですね、まあ、テクニカルの、あれです。チャートの形、今、ローソク足の形をずっとやってきたんですけど、今ね、本自体はもう真ん中あたりまで来ました。だいぶいろいろの形を見てきましたね。こうなんか勉強しながらやっていくと本当いろんな本をね、ちょこちょここう学べるので、大きいですよね。はい。では、ここ僕は読んできますので、こちらの方を見ていただきながら、解説を進めます。見ますね。アイランドリバーサルという今回はトレンド転換を示す、シグナルを説明します。窓開け、窓埋めが短期間で行われる。はい。相場の、高値圏や安値圏で窓開けが出現し、その後、短期の逆方向への窓開けによって窓が埋められることで、離れ小島のように見えるチャートパターンを言います。ちょっと難しいですけどね、これ。アイランドリバーサル。高値圏で上で窓が開いて、その後すぐに埋められてしまうと。むずいですよね、これ。これ窓って書いてます。これ窓っていうのはこの離れてるとこですね、これ。はい。上に窓が開き、短期的に上昇の勢いがあるとき判断すると書いてあります。はい。しかし、すぐに反対方向に窓が開くことで上昇の勢いが弱まるから売りサインということですね。はい。上昇トレンドから最後ここで、リバーサルがあって下落に走った時に下降トレンドに来る転換を示しているということになります。ちょっと読みますね。例えば、上方向に窓開け、ここですね、が発生した場合、短期的には上昇の勢いが強いと判断します。ただし、その後揉み合いにならず、ここ揉み合いにならず、すぐに窓を埋められてしまうということは、目先の売買のバランスに売りに傾いていることが示唆されています。はい。そのため直近の上方向の勢いは弱気だと意識されるのです。はい。ということですね。で、このアイランドリバーサルというのは短期のトレンド転換のサインと言われています。ただし、アイランドリバーサルは本格的なトレンド転換の判断材料としては少し弱いチャートパターンなので、あくまで短期的なトレンド転換のサインと考えた方がいいでしょうと。はい。例えば、上昇局面から下から買って含み益になっている場合など、アイランドリバーサルが出たら一旦利確しておくといった使い方が一般的です。はい。これですね、僕ちょうどベトナムが今ちょうどアイランドリバーサルになっているかなと思いました。まあちょっと今日チャートを出すか。出るかな？なかなかこのアイランドリバーサルって言い方難しいですけどね。ベトナムがね、昨日暴落しまして、暴落っても 3% ぐらいですけどね。今日ね、ちょっと揉み合ってる段階だったので。ETF。あ、これ1分足出しちゃった。はい。これ今もう下がってるのかな
ここが弱い、短期的にキュッと上昇していったんですけど、今揉み合って一回ここ短期的に今落としている状態です。はい。だからこれを見たときにちょっと今感じましたね。はい。ただまだ、このベトナムの方は、12.3 っていうところは強いサポートがありますので、平均線も来てるので、このあたりまで下がってきたらまた転換してくる可能性は一つあるとは思います。短期的な今下落を示しています。で、窓開けとかってそうなんですけど、こういうETF とかって取引時間が、1日8時間とかの場合っていうのは窓が開きやすいですよね。24時間だと開いたりとかしないじゃないですか。だから取引時間が株とかだと、1日8時間とかでその間の次の日とかで窓が開いたりとかね、しますよね。ベトナムもこう窓開けとか結構ありますよね、ここに。ポーンと開いたりとかしますもんね。はい。すいません。ちょっと思いました。では次。ダイヤモンドフォーメーションと言います。もうこれちょっと知らないです。あ、ダイヤモンドフォーメーションってあれか。これか。ちょっと難しいですけどね。はい。ちょっと見てもらって話を進めます。1型のチャート形状と言います。こういうのね。ダイヤモンドフォーメーションは少し特殊なチャートパターンです。文字通り、三角形を2つに合わせたひし形ダイヤモンド状の形状で、中心部に、値幅が大きく、両端に行くほど値幅が小さくなります。そうですね。ダイヤモンドっていうのか、これ。はい。ダイヤモンドフォーメーションは基本的には、トレンド転換、リバーサルのチャートパターンとして知られていて、高値圏であれば売り、安値圏であれば買いのサインとされています。一つこれが、ちょうどここネックラインとして斜めで、よく、これじゃないんですけど、上昇トレンドと平行線引く人もいますよね。上昇トレンドと下降トレンドで斜めの線を引いて、そこひし形にして、ここの斜めの線から出たとこをネックラインとして上抜けたって言って、ここで買う人がいます。これですね。この斜めの線。これちょうど多分平行線引いてるところですね。これとこれで。こっちのね、下落トレンドのところはちょっと平行線ではないですけどね。はい。このネックラインになります。はい。例えば、こちらのような下落局面では、右側のここですね。がネックラインとして考えられ、上抜けたら買いエントリーということになりますということですね。はい。ダイヤモンドフォーメーションということでした。これ、チャート線を書く人だったら見つけやすいかもしれません。一時期僕もよくこれ書いてました。はい。はい。最後によく聞くやつです。これ。カップイズハンドルですね。探しにくい。もうこれあったら嬉しいですけどね。ちょっとこれ見てください。これカップイズハンドルの形ですね。はい。読みます。取っ手付きカップイズハンドルのような形状ということです。カップイズハンドルはアメリカの投資家ウィリアム・オニールが提唱した、株価上昇する銘柄を見分けるためのチャートパターンで、特に海外では多くの市場参加が注目しています。カップイズハンドルができるまでの過程は、はい。ある程度上昇が発生し、その後に株価が下落。そして、株価が底打ちして、再び上昇し、下降水準まで上昇することをこのカップ。ここか。カップ。が形成されます。その後、一定時に下落してから、再度上昇してハンドルが形成され、カップの高値、ここを抜けると、上昇完成ということになります。なんかこれをダブルボトムと見るのか、カップイズハンドルの場合、このダブルボトムより、こっちのカップの方が
大きいですよね。なので、どっちかっていうと、第1回目の方がゆっくりして、ハンドルのところが短期的に下がって上がってってなった時に、このネックラインを抜けた時に上昇すると。これ見つけたら美味しいですよね。はい。カップイズハンドルの上値部分、ここ上抜けると値動きが加速しやすい。この時、市場参加者の心理は最初の上昇後、利確の売りが入って株価が下がるのですが、最初の上昇材料が、本当にいいという場合、見直し買いが入って、カップの右半分を駆け上がります。そして、下降前の水準まで上昇した後、株価が下がる前の買った人のようやく買い値、ようやく買い値まで戻ってきた。あ、ここか。はいはいはい。と、いわゆるやれやれ売り。売りの人もね、入り、ハンドル部分がほぼ完成します。しかし、やれやれ売りが過ぎると、再び材料が注目され買われ、ハンドルの左先端の高値上抜けによってトレンド継続と判断した投資家の新規の買いが集中して、本格的な上昇トレンドの開始のサインと。もう皆さんここ多分カップイズハンドルと見る人もいるし、ちょっとこれが平行だとダブルボトムと見るし、いろんな人がここでこのネックラインから上抜けた時っていうのは買いだっていうことで注目されるすごいポイントです。だからみんながここ見るから余計に、あ、ここ買いのサインかなっていうことで買われるケースが多いということで、みんながここ見るからですね、きっと。はい。という話になりました。はい。ということで今回はそのアイランドリバーサルとダイヤモンドフォーメーションからカップイズハンドルということで、もうカタカナばっかのね、専門用語バリバリでちょっと形をしましたけど、特にね、このカップイズハンドルとダブルボトム、みんなどこに買いを入れたいかっていうポイント、エントリーポイントすごく探してると思うので、ぜひね、勉強されるといいかなって思いました。はい。それではですね、早速、今日の相場見てみましょう。いきます。まず、こちら。為替からいきます。やっと今日はアメリカ相場スタートしてドル円がついに128円.5か。だいぶ円高になりましたね。ただ、ドルインデックスはここで今ぐっと伸ばしてきてます。でも全体的に FX はドル安になってきても、円高ですよね。ドル安の傾向です。ドル安ですね。利下げしたのかな？今そんなような動きをしてます。それでは、注目の米国見てみましょう。どうだ？高い！来ました。ナスダックがロケットスタートしております。12,070。久しぶりここ見ましたね。12,000超えてきました。SP500 も久々続伸です。4,150まで来ました。いや、久しぶりですね。先物も、多分これ急に上がってるのはそういうことだと思いますけど。4,150まで見ました。しかもナスダック100が 12,660 ですので、大型株が特にいい動きをしてるんじゃないでしょうか。後で SP500 見てみたいと思います。ダウも、ダウはね、そこまで上がってないですね。ダウは下がってます。最近やっぱりナスダック、この2日か。SP500 ナスダックは堅調で、ダウがちょっと揉み合ったり下がってますね。はい。はい。2年債がもう 4.0 まで下がりましたね。一気に 3.4% も落ちました。
いや、これすごいですね。10年債もめちゃくちゃ落ちてますね。もう、まさに CPI、FOMC 効果ですね、これ。いやー、すごい落としてますね。はい。逆に言うと俺あれだな、レバレッジの楽天 US360 積み立てしちゃおうかな。買おうかな。とかをちょっと今思いました。今のいいかわかんないですけど。はい。では、世界の株も見てみましょう。中国。春節が終わってどうでしょうか。中国、最近上昇トレンドかなと思わせる動きがあります。今日動きなかったですね。香港は21,900、もう22,000まで来ましたもんね。今ちょっと一旦調整してます。あ、隣のビットコインがありますけど、かなり上がってますね。ビットコインも。300万ですから、22,000ドル近辺相当登ってきましたね。はい。まあ、金余りじゃないですけど、金利が下がったりすることによると、テスラや、ビットコインが上がってくるみたいなところはありますよね。他のところ、アジア見ると、インド、マレーシア、ベトナム、タイ、これあんまり動きありません。ヨーロッパ、ドイツが堅調、15,400 です、もう。かなり来てますね。かなり戻りました。イギリスも上がってないですけど、もう 7,800 まで来てるんで、もう最高値付近、うろうろしてます。はい。ユーロも 4,200 です。もう SP500 より、だいぶ下、一時期 3,300 ぐらいだったのに、もう今 4,200 で SP500 と比較すると指数わかると思いますけど、もうこっちのが、ユーロの方が上回ってます。SP500 より。もう 4,200 です。はい。トルコは変わっておりません。南アフリカ変わりません。はい。コモディティ見てみましょう。下がってるんじゃないかな？そこまで、ゴールドは今日、やっぱり株高化してないです。キューッと落ちましたね。ずっと高いところで。まだでも1920なので、そんなに下がってもないです。シルバーもね。そこまでめちゃくちゃ下がってはいません。原油は落としてますね。75なので、まだまだ下がってくると思うんですけど。はい。天然ガスもめちゃくちゃ安いです、今。めちゃくちゃ安いです、これ。2.5。めちゃくちゃ安い。ソフトコモディティ、大豆、コーン、小麦。乱高下してますけど、まだレンジ、下落までもう一息っていうとこですね。はい。下落トレンドになってくるといいんですけど。でも小麦もだいぶ落としては来てると思います。765ですのでね。大豆がもうちょっと1400。切ってこないと下落トレンドにならないですけどね。ここがね、ポイントかなと思います。ソフトコモディティの下落トレンドが。はい。だいぶまだ高いです。はい。SP500 見てみましょう。今日の。出てくるかな？ワンデイ。出てきました。出ました。Google がメタが何ですかこれ。18% 上がってます。すごっ。久々見ましたよ。このメタが 18% も上がってんの。すごいですね。Amazon と Google が、Amazon も 5% 近く、Google が 5.8%、テスラも 5%、ここが牽引してますね。確かに Apple、Microsoft も 2. 何%上がってますけどね。いやーもう、メタが 18% ですよ。ちょっといいですか？メタ。メタの冷やし見ます。ポーンって飛びました。決算が終わって、収益がミス。売上がプラス。この状態では
なんでこんだけ上がってるのかがわからないけど、売られすぎたのかな。なんか、ガイダンスが出たんですかね。次回に向けて、いい材料があるのかもしれないですね。ちょっとこの、数字だけだと、マイナスも出てますけど、なんていうの、カンファレンスコールというか、そういうのがないと、こんだけ上がった理由がわからないです。数字だけだとちょっとわかりません。はい。でも決算終わって動きはあったことは事実ですね。はい。ということですね。じゃあ、今日は、チャートの方の、解説はここまでとして、では最後にですね、投資教科書、クイズをして終わりたいと思います。危ね。答えが出ちゃった。今日はですね、これです。投資の教科書の、第5章。こちらね。5章。こっから出します。積み立て NISA とイデコから始めよう。ということで、5番、5-1。源泉分離課税。それから次、5-2、NISA。それから積み立て NISA。積み立て NISA の対象商品。それから NISA 制度の改正。ジュニア NISA。私的年金。それからイデコ。で、拠出限度額。イデコの3つの税制優遇。それからイデコの節税効果。からシメディ、問題は12問ですか？そうです。12問です。老齢給付金ということで12問いきます。僕もちょっとペンを出しますね、今日。土曜日最近しめじさん調子いいですよね。さあ、参りましょう。いきますよ。じゃあ読んできます。終了テスト。次の各文が。シメディ、たまたまです。いえ。正しければ丸、間違いならば×と答えてください。右の、回答を隠して解いてみてください。はい。隠しております。いきます。1番。金融商品の利息や配当金、運用利益などは約 5% の税金がかかる。もう一度言います。金融商品の利息や配当金、運用益などには約 5% の税金がかかる。丸か×か。はいはい。じゃあ次行きますよ。2番。少額投資非課税制度 NISA とは、専用口座を開設して金融商品を購入すると一定の期間、金額の範囲内で運用益が非課税になる制度である。もう一度読みます。少額投資非課税制度 NISA とは、専用口座を開設して金融商品を購入すると一定の期間、金額の範囲内で運用益が非課税になる制度である。丸か×か。全然関係ないですけど、喉が渇いてきたので一回ちょっと飲んでいいですか？これね、関係ないですけど、この、水筒、ダメですね。こぼれやすくて、コーヒー今入れてるんですけど、すぐね、ここにこぼしちゃうんですよ。これ水筒のせいにしていいかわかんないですけど。すいません。はい。次行きます。3番。積立 NISA は、投資できる金額が最大40万円、年間最大40万円で少額であるものの、非課税期間が20年と長く設定されているため、長期投資で大きな効果を発揮する。もう一度言います。積立 NISA は、投資できる金額が年間最大40万円と少額であるものの、非課税期間が20年と長く設定されているため、長期投資で大きな効果を発揮する。丸か×か。今の制度ですからね。
じゃあ次行きます。4番。どの種類のNISAでも運用する金融商品は自分で自由に選ぶことができる。もう一度言います。どの種類のNISAでも運用する金融商品は自分で自由に選ぶことができる。丸か×か。ひねってんのかこれ。どうやって、逆に自分で選ばないっていうことってどういうことなんだろう。わかんないな。じゃあ5番。あ、これちょっと違うぞ。2024年から開始される新NISAでは、運用ルールなどはそのままに、投資できる、金額の上限が年間130万円まで拡大される。もう一度読みます。2024年から開始される新NISAでは、運用ルールはそのままに、投資できる金額の上限が年間130万円まで拡大される。丸か×か。俺？今でも120万ですもんね。はい。6番。ジュニアNISAは18歳未満の子供名義で開設した専用口座で行う年間80万円以内の投資について運用益が5年間非課税となる制度である。もう一度読みます。ジュニアNISAは18歳未満の子供名義で開設した専用口座で行う年間80万円以内の投資について運用益が5年間非課税となる制度である。丸か×か。5年間。まあいいや。じゃあ次読みます。7番。老後資金の柱となる年金は公的年金、企業年金の2種類がある。もう一度読みます。老後の資金の柱となる年金には公的年金、企業年金の2種類がある。丸か×か。ちょっとわかんない。ひねったのかな？読みすぎたかもしれないけど。はい。次。8番。個人型確定拠出年金iDeCoとは、掛け金の額と運用商品を自分で決めて運用し、老後の資金を準備する私的年金制度で様々な税制優遇を受けられるメリットがある。もう一度読みます。個人型確定拠出年金iDeCoとは、掛け金の額と運用商品を自分で決めて運用し、老後資金を準備する私的年金の制度で様々な税制優遇の受けられるメリットがある。丸か×か。へいへい。上にするかな。これ、ちょっと12番まで上伸びないですね。読みますね。すいません。9番。iDeCoの掛け金は、加入者であれば誰でも月額5000円から68,000円のうちの範囲内で自由に設定することができる。もう一度言います。iDeCoの掛け金は加入者であれば誰でも月額5000円から68,000円の範囲内で自由に設定することができる。丸か×か。これは知ってる。iDeCoやってるからな。はい。10番。iDeCoは積立時、運用時、受取時、それぞれで税制優遇を受けることができる。iDeCoは積立時、運用時、受取時のそれぞれで税制優遇を受けることができる。丸か×か。
いや、なるほど。次、あと2問ですね。ちょっと下の方見えなくてすいません。読みますね。11番。イデコの掛け金は、所得控除の対象となるため、多く積み立てれば、その分、支払う所得税、住民税の額を減らすことができる。もう一度読みますね。イデコの掛け金は、所得控除の対象となるため、多く積み立てれば、その分、支払う所得税、住民税の額を減らすことができる。丸か×か。じゃあ最後ですね、12番。ちょっと見にくいな。イデコで積み立てた資金を、老齢給付金として受け取る場合には、企業の一時退職金と同様に一括で全額受け取ることもできる。もう一度言いますね。イデコで積み立てた資金を老齢給付金として受け取る場合には、企業の退職一時金と同様に一括で全額を受け取ることになるか、受け取ることになる。丸か×か。はい。終わりました。ちょっと僕言ってきますね。しめじさんもまたあたり言ってください。1番×、2番丸、3番丸、4番丸、5番×、6番×、1がかける、2が0、3が0、7番×、5がかける、8番丸、7がかける、9番×、 8が0、9がかける、10が0、10番×、 12がかける、11番丸、12番×。しめじいさんと僕だとね、4が俺と違うな。6も違うな。10も違うな。さあ、いろいろ出てきました。じゃあ答え合わせしましょう。もう時間迫ってきました。はい。ドン !1 番×。なんだこれ。問題が金融商品の約 5% の税金がかかる。そうですね。20% ですね、ここは。はい。2番丸、3番丸。ちょっとまず答え合わせからいかない。4番、俺ミスってる。積立 NISA は金融庁に許可を得た商品のみが対象となります。なんだこれ。すいません。しめじさん正解じゃないですか。次が5番×、2階建て部分。これ、2階建て部分は変更されたけど、またこれ違いますからね。変わりましたからね、ここ。はい。それから6番丸。あれ ?6 番丸なんだこれ。ジュニアNISA非課税5年間なんだ。俺もっと18年間いいと思ってた。そうなんですね。7番×、8番丸、9番×、はいはい、10番、間違えてる。×。イデコは積立時、年金時受けること、なんで？俺、受け取り時税金かかると思ってたんだ。受け取り時も税制優遇されるんだ。やられた。11番丸、12番×ということで、しめじさんもしかしたら全問正解とかじゃないですか。1、2、3。全部合ってません？全問正解じゃないですか、しめじさん。うわすげえ俺3問間違えてる。すごいじゃないですか。いやー、もう、あれですよ。しめじさんもFP 講座じゃないけど、ファイナルシャルプランナー、もう、3級受けちゃっていいんじゃないですか？ここすごいですね。これで、そうか。4番がね、
そうか、金融庁、そうか。なるほどね。ちょっと、ジュニアニーサ俺ね、知らなくて、深読みしすぎましたね。はい。あと、イデコもね、勝手にね、受取時は税金かかると思っちゃいました。優遇処置は、今の、こう、掛け金が保険みたいな形で、あれすると思ってたけど、そうか。受取時も税制優遇になるんだ。ちょっと一個知りました。はい、ありがとうございます。ということで、最近しめじさんが腹平ら状態になってきたので、ちょっとすごいんですけど、はい。びっくりです。はい。ではですね、今度の木曜日、土曜日はもうFP 講座になってきましたので、第4回目か。あれも、シメディに全部。そうそうそう。誰か、うっしっしっしとかって、俺がやるのか、それ。さらに倍とか言ってね。はい。で、土曜日は、FP 講座ということで、第4回お送りします。これはまあ、続いていきますので、お金の勉強中心になりますけど、今度の木曜日は、実はもうちょっとね、こんなものを用意しました。FX チャート帳というのを見つけました。ついに。はい。今ちょうどね、テクニカルの方をいろいろこっちで木曜日勉強しましたけども、ついにね、FX の問題集を見つけましたよ。はい。なので、いつもね、FX とかチャートを見つつ、どんな風にテクニカルを見てこうかなっていうことで、みんないろいろ勉強されてることもあると思いますけど、実際にこれで一緒になってね、クイズ形式みたいな感じでやれたらなと思っております。で、もう一個、この、FX チャートの実態と、もう一つ、資金管理トレーニングっていうのもありまして、ここにありますけど、これもね、合わせて、ちょっと、今度の木曜日はこの2冊について、概要を紹介していって、シメディ、FX は全然わかりません。一緒に、テクニカル、今回のこの、株トレのね、チャートありますよね。基本的には、この株トレのチャートが、株のテクニカルであれば、FX は、もうこのテクニカルのこと中心になりますのでね。そんなに、びっくりすることはないと思います。はい。上昇トレンド、下降トレンドとかね。そういったことを中心になりますので、難しい話はせず、今までね、多分ね、FX のね、いろんな勉強って結構難しかったと思うんですよ。だけど、これちょっとね、見たときにね、結構、まったりね、いろいろできるもんですから、これと、こちらですね。この2冊ですね。これについてね、木曜日しっかり研究してって、徐々にね、木曜日はテクニカル中心で何か一緒にね、学べたらいいなぁなんて思っております。はい。だいぶ、こう、形ができてきましたね。なんかこう、木曜日はこういうテクニカル中心。で、まあ、土曜日はお金の勉強中心ということでね、より、一緒にね、学べて、中高年のね、楽しい、こう、なんていうかな、お金の勉強ね、してきたら嬉しいなって思っております。はい。長くなりました。しめじさん、すぐ長い間ありがとうございます。ちょっと水筒が落ちちゃった。ありがとうございます。またじゃあ土曜日ね、楽しく学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。また土曜日お会いしましょう。失礼いたします。